ビットコイン知っておくべきこと。現在の時事問題の分析。米国の銀行危機を受けて、銀行にお金を預けることが実際にどれほど信頼できるのかについて多くの議論が行われています。シリコンバレー銀行 SVB の破綻により、英国などの世界中の国際ユーザーが損失を被りました。1、この破綻により、同銀行は2008年の金融危機以来、米国で破綻した最大の銀行となりました。問題をさらに悪化させたのは、経営陣が2月下旬から破綻直前まで総額数百万ドルの株式を売却したことだ。1、ユーザーと一般の人々が損失を被っている一方で、経営トップは利益を得るために売却する。そして、これらの利益の直後に、米国連邦政府が SVB の顧客を救済することを約束することで、状況を緩和するために介入しましたが、それはある程度の範囲にとどまりました。銀行が勝っているのに、という人もいるかもしれない。すべての損失を被るのは顧客です。2、この構造は少し壊れているように見えます。米国の納税者は銀行破綻の請求書を裏返すことになるだろう。一つの銀行が破綻すると全員が損をするという構造を助長するのです。これに加えて、銀行に勤務する職員が職を失う可能性もありますが、心配する必要はありません。経営トップは、破綻に至るまでに保有株を売却することで高額な配当金を享受できる。これは、非常に頼りにしていた顧客にお金を支払う代わりに、ということを意味します。彼らは、少なくとも少し非倫理的に見えるだけの利益を得ています。ビットコインとは、ビットコインは中央銀行や単一の管理者なしで運用される分散型デジタル通貨です。価格は変動しやすく、短期間で大きく変動する可能性があります。しかし、これが参加する魅力的な理由であると考える人もいます。今日は安く買っても、明日は最大の利益が得られるだけかもしれません。歴史的に最も切り捨てられた時間枠内で多くの億万長者を生み出してきた利益。例えば、エルサルバドルの指導者の国は、過去数年間、ビットコインを最高値付近の58,630ドルで購入しました。3、2022年と2021年に大きな損失を出したにもかかわらず、エルサルバドルは非常に熱意を持って、同国のナイブ・ブクレ大統領によると、毎日1ビットコインを購入する予定だという。4、これは単に増加しているだけではなく、非常に強気な行動のように思えます。しかし、このビットコイン金融システムの価値と普及を広く信じている多くの人によって一貫して維持されています。ビットコインには、特に新規投資家にとって重大なリスクがありますが、有名な株式市場に投資している人々も同様のリスクを抱えています。システムを理解し、調査を行うまでは、利益を得るのは難しいかもしれません。もちろん、リスクが利益の可能性によって相殺される底値で購入する場合は別ですが、信頼できる暗号資産に投資するようにしてください。教育により、リスクは可能な限り軽減され、適切な戦略と期間があれば、得られる利益は数えきれないほど大きくなります。時間の経過とともにその価値が上がるという保証はありません。
銀行が失敗するその他の理由。銀行が他の種類の投資に比べて投資収益率が低いことはよく知られています。例えば、CD は通常、株式市場や不動産よりもはるかに低い利益しか得られませんが、同時に強化づら円しているインフレのリスクにも対処します。時間の経過とともに、インフレにより投資の価値が目減りする可能性があります。銀行は通常、インフレに追いつかない可能性がある低金利を提供しているため、時間の経過とともにお金の価値が失われる可能性があります。銀行も法外な手数料を請求します。銀行が個別に提供するアドバイスは、多くの場合、ファイナンシャルアドバイザーが受託者でない限り、有償でのみ提供されます。彼らはあなたのことを心から思っていないかもしれません。それでも、受託者はあなたの最善の利益を念頭に置くことだけを求められます。最大限の利益をもたらす必要は全くないのでしょうか。代わりに、彼らは依然として有能であり、報酬を受け取り、最小限の利益しか提供しない可能性があります。ビットコインの歴史的背景情報。ビットコインは2009年に作成されましたが、当時は何の価値もなく、どの取引所でも取引されていませんでした。2010年、最初のビットコイン取引は、$0.003 ドルという非常に低い価値を使用してピザ2枚を購入するために行われました。2011年、ビットコイン価格は6月までに$0.30 ドルから31ドルに上昇したが、11月には2ドルまで暴落した。2012、ビットコインの価格は安値が4ドル、高値が13ドルで安定していました。2013年、ビットコインの価格は4月に260ドルまで急騰した後、45ドルまで暴落し、その後再び1242ドルまで急騰した。2014年、ビットコインは年末までに300ドルまで下落した。2015年、ビットコインは200ドルから300ドル付近で安定していた。2016年、ビットコインが1000ドルに上昇。2017年、ビットコインは約1000ドルから2万ドル近くまで急騰した。2018年、ビットコインの価格は着実な下落により約3000ドルまで暴落。2019年、ビットコインは3000ドルから1万4000ドル程度で安定していた。2020年、ビットコインは史上最高値の29,374ドルに急騰した。2021年、ビットコインは64,863ドルの史上最高値に急騰。2022年、ビットコインは 15,787.53 ドルまで下落しました。これはちょうど1年前の 67,802.30 ドルから 77% の下落です。変動は規制の変更、ニュースイベント、ソーシャルメディア、市場センチメントの影響を受ける可能性があります。ビットコインの価格は非常に不安定ですが、現在の仮想通貨価値の上昇は SVB 崩壊後に実現しており、多くの投資家は強気で、今年の残りが私たちをどこに連れて行くのかに興奮しています。最終的な考え。現時点で投資についてよくわからない場合は、Google プレイのビットコイン億万長者ゲームアプリを閲覧して娯楽を得ることができるかもしれません。私には
仮想通貨への投資という革新的な金融システムの低コストマーケティングのように見えます。これだけマーケティングを行っているのに、私個人としては、このシステムがどうやって失敗するのかわかりません。特に、時間の経過とともにシステムの信頼性が高まり、使いやすくなる場合にはなおさらです。時間の経過とともにその価値が上がるという保証はありません。教育研究があなたを迷わせないという保証はありません。ただし、確実に最善の道を進むためには、必ず行動を起こし、あなたが挑戦したい分野ですでに成功を収めている最も信頼できる技術専門家に焦点を当てて最善を尽くすだけです。このテクノロジー、取引所やウォレットを安全に操作する方法についてさらに学ぶことをお勧めします。現在、ビットコインに投資している人の正確な数を判断することは困難ですが、ビットコインの人気と認知度が高まり続けるにつれて、その数が増加していることは明らかです。5、投資に関する決定を下す前に、必ず金融専門家にアドバイスを求めてください。暗号通貨業界とビットコインについての技術的な洞察をさらに深めたい場合は、購読して私のプロフィールにあるあなたの言語のアルバムプレイリストをご覧ください。ビジネス、財務、生産性、不動産と暗号通貨を含む。これからも私たちの日常生活にとって重要な幅広いトピックのコンテンツを投稿していきます。レベルアップ with アリシュンマヒン YouTube チャンネルへようこそ。私は世界中で情報を共有することで、あなたの生活や他の人々の生活のあらゆる側面を向上させることに専念しています。ここではビジネス、金融、健康、人間関係、愛、その他の無数の重要なテーマに関する最高の洞察を提供することに取り組んでいます。私たちのコンテンツは単なる情報ではありません。それはエンパワーメントについてです。私たちは知識を共有することで、誰もが新たな成功と充実感の高みに到達できると信じています。私たちの特徴はグローバルな展開です。私たちのメッセージが多様な聴衆の心に響くよう、13カ国語でコミュニケーションを行っています。あなたの言語のプレイリストアルバムを検索します。あなたのサポートは重要です。すべてのいいね、コメント、共有、購読が共有された知恵の力を通じて生活を豊かにするという私たちの使命の原動力となります。私たちと一緒に自己改善と集団的成長の旅に参加し、一緒に周囲の人々の向上に貢献してください。ご清覧ありがとうございました。近いうちにまたお話しできればと思います。